皆さんこんにちは。こちらはビクター SX500 スピリットです。発売は1990年。当時の値段は9万4000円でした。バブル期に発売されたモデルなので物量が投入されています。マグネットに高価なアルニコが使われていました。今回はこのスピーカーを測定してSX500 の音を明らかにします。このモデルの主なスペックは次の通りです。20センチウーファーを搭載した密閉型です。振動板はドイツクルトミューラー社製でした。ツイーターは大きめの 3.5 センチです。口径が 2.5 センチを超えると広域の指向性に問題が出る可能性があります。能率は90デシベルあります。クロスオーバー周波数はかなり高めです。20センチ口径の場合はこの半分くらいでつながないと指向性に不連続ができる場合があります。この問題は測定で明らかにしていきます。これと類似のモデルに次がありました。SX500 シリーズはビクターの大ヒット商品でした。88年に登場してから10年以上にわたってモデルチェンジを繰り返しています。基本的に密閉ですが、最終モデルだけバスレフでした。値段は最後まで10万円を切っていました。今回ご紹介するのは1990年に登場した SX500 スピリットです。このスピーカーは中古でしたので状態を確認します。状態のいい中古です。パンチングメタルの内側にホコリが入っていません。箱に入れて保管されていたのでしょう。ツイーターは大きめの 3.5 センチです。口径が 2.5 センチを超えると広域の指向性に問題が出る可能性があります。エッジの部分を除くと実質2センチちょっとのようです。これなら問題ないでしょう。発売から34年過ぎていますが、エッジに弾性があります。ウーファーを外していきます。パッキンがコルクのせいで貼り付いていました。アルニコマグネットの磁気回路です。なかなか立派な作りです。フレームは鉄板プレスです。泣き止めにブチルゴムが貼ってあります。この頃はブチルゴムを使った製品が流行っていました。端子の接続はカシメです。電線を切らないと交換できない構造です。コーンの裏側にゴムの破片が貼り付けてあります。これは分割振動を減衰させるためのダンパーのようです。等間隔に4箇所あります。
スピーカー端子の裏にアテネーターがあります。左がツイーター、右がウーファーの回路です。ツイーターはごく普通の LC 型、ウーファーはコイル1個だけのシンプルな構成です。ウーファーのコイルにブチルゴムが巻いてあります。底板にくり抜いた円盤が貼ってあって、裏板に補強リブが入っています。フロントバッフルのリブはツイーターの下にあります。ツイーターを外していきます。取れないですね。これも貼り付いているようです。このマグネットもアルニコです。裏側にブチルゴムが貼ってあります。ユニット単体のインピダンス特性を確認します。まずはウーファーです。F0 が 43Hz、Q が 0.49 です。これはおそらく新ピンの性能です。この数字はエッジを軟化させるときの参考になります。ツイーターの F0 は 1kHz より下にあります。低い周波数から使えるツイーターです。次回はこのスピーカーを測定して SX500 の音を明らかにします。